皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日本の政治。石破政権発足後、少し状況が落ち着いてきたところで、政権の支持率、そして政党別の支持率についても急激な変動が収まってきたので、改めて今回はそのことについて評価していきましょう。まず最初に、石破総理については、総裁選、そしてその前の段階においてはずっと与党内野党の立場としての発言が続いていました。しかし総理になってからはそうした発言のいくつかが修正され、自民党らしさといったものを身につけるような答弁も増えました。それに伴って少しブレまくる総理としての評価から、やっぱり自民党の総理はそんなもんだよねという形へと評価が変質しつつあります。一方で野党においては選挙後ずっと103万円の壁をどうするかといったことが話題を集めましたから、この議論を主導してきた国民民主党の支持率は確実に上昇。その一方で立憲民主党の支持率が下がるといった形で、野党内における国民の支持率の変動といったものが顕著に現れています。今回はそのことを感覚ではなく数字で表している世論調査を皆さんにご紹介していきます。NHK の調査で石破内閣の支持不支持がいずれも 38% と拮抗しているという結果が出ました。岸田内閣においては支持率が 20% 台、そして不支持率が50から 60% と高止まりしている状況がありました。そこから石破政権になって支持率は44、41、38とじわじわと下がってきているところです。ただ、岸田内閣のその末期と比べればまだ状況としては良いと言えるでしょう。ただ、ここから大きく支持率が上昇するとは私は考えてはいません。結局のところ、石破総理大臣の目指す方向性といったものが、今のところははっきりとしたものはちょっと見えないような状況ですから、評価するにも評価のしようがないといったところで、少しずつ日本の持つ構造的な問題点から足を引っ張られる展開になると思っています。さて、では国民はどのような期待を持っているのか。経済対策への期待に関しては大いに期待している、ある程度期待している、それに関してあまり期待していない、全く期待していないがほぼ半々の状況になっています。構造的な問題というのは、まずは物価高が進んでいることについて、これが日本政府単体でどうにかできる問題かといえば、世界の流れともつながっているので、なかなかこれに抗うのが難しいという問題があります。石破総理は経済対策として非常に多くのお金をつぎ込むことによって、なんとかこらえようとしているわけですが、国民の感覚としてそれが受け入れられるかどうかはまた別の話です。そして本来であれば最も与党内野党の意見が反映されるべきだった政治改革議論について、石破総理の言動はすっかり自民党色に満ちたものになっています。例えば企業団体献金に関しては、野党側からは企業団体献金については原則廃止の方向へという話になっているわけですが、石破総理大臣は企業団体献金は悪ではなく、あくまでも透明化をしっかりとすることで対応すれば良いという考えを示しました。このあたり、今のところ議論は完全な平行線をたどっていますから、多くの国民には、石破総理大臣は政治改革にはあまり乗り気ではないのだなという印象を持たれるはずです。この話については、そもそも政党交付金というものをしっかりと出すことによって、企業団体献金のお金といったものがなくても、しっかりと政治はできるようにしようという方針が以前にはあったはずです。ところが、政党交付金をもらうんだけれども、それに加えて企業団体献金をしっかりともらおうというこの姿勢は、多くの国民からは支持を受けられないのではないかと私は見ています。ちなみに世論調査においては、企業団体献金維持か禁止かで言えば、禁止すべきというのが 51% となっています。そして、政党別の支持率について、まず第一に政治不信というものがあり、特定政党に対する支持はない、特になしという人が 35.6% います。これらの人たちの政治不信を解消し、少しでも政党支持率につなげられるような政治改革といったものは必要でしょう。次に、それぞれの政党で支持率が伸びているというものでは、立憲民主党 8.7、国民民主 7.9 と、野党内における支持率で国民民主党が大きく躍進し、高い位置を維持したままになっています。私は立憲民主党に対しては非常に低い評価をしています。それは立憲民主党が
これまでの政治姿勢として政権交代そのものが目的化しているような言動を繰り返し、自民党の政治家に対する批判も非常に揚げ足取りのようなものが目立つように私には思えるからです。それと同時に批判した内容そのものが立憲民主党の議員にも当てはまるといった例も多く、批判するからには自浄作用を効かせて自分の党で起きた不祥事についても厳しく処断する姿勢が私は足りていないと思っています。次に世代別の支持政党。この中で特に注目すべきなのは18歳から39歳のところでしょう。自民党の支持率が 15.1% なのに対して国民民主党が 18.5% と上回っています。これは国民民主党が掲げた現役世代の手取り収入を増やすといった話に強く共感した人たちが国民民主党に対する支持を大きく拡大させているのでしょう。というのも、手取り年収の減少といったものは非常に長い期間にわたって現役世代の重しになっています。一般的にちょっと勘違いされがちなのが、企業は給料を少しずつ上げてきています。また、新卒採用においても、少子高齢化の影響で多くの人たちが内定を得て、大卒であればそのほとんどが新卒採用されていきます。就職氷河期のように就職したくても採用してくれない、仕方なく非正規になるといった人が多くいるような状況ではありません。しかし、就職してそれが正規職であったとしても、給料に占める社会保障費などの天引きされる金額の多さといったものもあって、なかなか生活が向上しないといったことが大きな問題として挙げられています。だからこそ手取り年収を増やすといった政策に対して多くの人たちが共感したといった事情があると思います。一方で、現在は議席の多さでは野党第一党である立憲民主党は18歳から39歳この世代においては 2.1% に過ぎません。それが徐々に年齢が上がるごとに支持率を伸ばし、60代では 12.9%、80歳以上で 15% と年齢が上がれば上がるほど反自民の受け皿となっています。同様にして自民党にしても若者よりも年齢が上に上がれば上がるほど支持率が高い傾向にあります。18歳から39歳での自民党支持率は 15.1% なわけですが、80歳以上においては 43.5% と非常に高い支持率を誇っています。現在国民民主党の玉木代表は不倫問題から現在はその役職停止期間中にあり、一議員としての活動にとどまっています。しかし、政党の大方針として与党と迎合することなく103万円の壁引き上げといったところを主張し続けています。これによって、たとえ政党代表がお休みしていたとしても、基本方針にブレがないといったところも高い支持率を維持している理由だと私は思っています。ただしこの点に関しては以前の解説動画でも言いましたが、浮気それ自体が推奨されることではありませんから必要な責任の取り方だったと思います。あくまでも個人的な話なのだから議員としての活動に一切障害が出ないように何ら責任を問わないでもいいというような人もいたわけですが、私はさすがにそれは行き過ぎた用語だと思います。何にしても103万円の壁というのは物価の上下動といったものに合わせてある程度変動するような仕組みといったものを最初から導入すべきで、長い間全く変えないといったことこそ本来では問題ある制度だと言えるでしょう。合わせて考えなければならないのは130万円の壁と呼ばれる社会保険料問題です。所得税についての話だけではなく、社会保険料もまた大きな問題です。手取りを増やすという意味においては、給料から引かれる社会保険料というものの非常に大きなものを放置していては問題は解決しません。現在のところはそう欲張ってあれもこれもというのはちょっと現実的ではないので、まずは所得税の話が中心になるわけですが、この後国民民主党が訴えなければならないのは社会保険料改革です。そして先ほども出てきた世代別政党支持率というのは非常に重要な項目となります。特に社会保険料改革というと、今の現役世代の払っている社会保険料、そのお金は全て自分たちのもので使うものではなく、何兆円単位といった形で高齢者の人に送っているような形となります。しかもこの状態はまだ20年程度続くと見られており、今20歳の人が40代ぐらいまでは今のような非常に過酷な状況を
続けなければなりません。このような状況を是正するためにも、社会保険料改革といったものは避けられないわけです。しかしそれは同時に、今の高齢者の人たちにとっては、負担の増加といったものをある程度飲み込んでもらう必要があるわけで、これには非常に大きな反対の世論が湧き上がることでしょう。しかし、だからといってそれを放置すれば、現役世代の人たちがいくら働いても天引きされるものが多すぎて、未来に明るい展望を描けず、それがまた少子化を加速させ、少子化が加速すればさらに人口激減といった問題を引き起こすといったことなどもとつながることから、日本これ自体を衰退させることへとつながっていくわけです。どこかの段階でかつてはそれで良かったといったものが時代の流れに伴って今はもう時代に合わなくなったよといったものを是正していく必要がある。こういったことを考えるときにどうしても大きな変革、それも痛みを伴うものを行わなければなりません。今の自民党はどうしても高齢者の人たちの支持率が高く、それゆえに今の高齢者の人たちに新たな負担を求めるといったことをなるべく避けるようにしています。しかしそれがまた少子化対策を困難にさせている要因であることから、この問題に切り込まなければ日本全体を良くすることはちょっと難しいでしょう。もちろんこの動画を見ている人たちの中には、あなたも高齢者になるんですよという人は当然いるでしょう。それは今の若い人たちにしてみれば、それを受け入れた上で自分が高齢者になった時に受ける恩恵をもはや放棄してでも問題を今のうちに解決しなければならないという意味です。ちなみにこうした社会保障改革については、少なくとも岸田政権においてもほんの少し収入の高い人を中心として自己負担率を高めようといった話なども進められていたわけで、他にも維新の会もまた社会保障改革については取り組もうという話をしていました。ところがこの日本維新の会の場合だと非常に大きな問題を抱えています。それは大阪維新の会と日本維新の会、国政組と大阪組との間における一体感といったものがなく、私はこれは非常に問題だと思っています。例えばつい先日党首選が行われ、吉村代表、そして国会議員の代表としての共同代表が前原氏になったといった出来事がありました。日本維新の会はこの大阪組と国会組との間における調整がうまくいっていないような場面を感じることが多く、それがまた全国単位での支持率の低下にあえいでいる原因だと私は思います。今回の党首選が行われ、吉村氏が党首になったというのはまあ大体そうだろうとは思うのですが、だからといって共同代表を前原氏にしたことによって一体日本維新の会がどっちの方向に向いているんだろうと、その方向性のなさ、迷走ぶりといったものをちょっと感じます。そもそも大阪維新は地方行政において既得権益化していた補助事業の見直しなど、なかなか困難なところに手を突っ込んだからこそ行政改革で成果を上げ、地元の人たちからの支持を受けたわけです。そこでの成果といったものを生かして国会議員を輩出し、国会の代表も兼ねるような形にすべきでしょう。まあそうした意味ではいつまでも吉村氏は大阪府知事ではなく国会議員の方へと進出してほしいものです。というわけで今回は政党支持率別の話から現在の日本の政治についての話をしてきました。皆さんそれぞれ自分の支持する政党や国会議員の人がいることから、私の意見と全く異なる意見を持っている人たちもたくさんいることでしょう。このチャンネルはあくまでも私の目を通しての国際情勢や日本政治についての解説なので、その点はご了承ください。そのことを時々思い出しては、情報を多角的にとって、それを自分でいかにして読み解き、自分の考えと結合させていくかといったところを忘れないようにしてください。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。